ただいまワンコです。今回は新潟県と福島県の県境にある道路、国道252号線が7月10日にやっと開通したので、遅まきながら行ってまいりました。場所は両県にまたがる峠道、60里越え峠。この道路沿いにある相吉橋を目指します。この相吉橋、雪崩で橋が崩落。復旧作業で現在旧道を利用しての開通となっています。Google マップでは相吉橋が今もナビゲーターとしてありますが、現在は橋がない状態です。前編はその相吉橋付近を散歩。また後編ではこの先にある只見町で映画の撮影が行われたロケ現場を散歩してきました。前編後編に分けて県境の国道252号線の現状を散歩してみたいと思います。前編後編ともご視聴のほどよろしくお願いいたします。まずは60里越え峠を攻めていた走り屋たちの起点である鳥越沢節福道を背にして100メーター行った駐車場からスタートです。まずは新潟県側の60里越え峠からスタートです。撮影は2022年7月の29日午後12時半過ぎ。この日の走行時の天候は快晴。動画の走行時の気温は33度。山とはいえ少しばかり涼しい風がなびきますが、基本は直射日光がきついです。先ほど鉄塔が見えるコーナーを曲がりましたが、当時の走り屋関係者によると、走り屋たちが峠を攻める開始場所がこの辺だったようですし、先ほどの駐車場からだったとも聞いています。速そうに見えますが倍速にて編集していますので、制限速度以下で走っております。ワンコは走り屋ではないので峠道は怖くて飛ばせません。道路はところどころ減速帯があります。これは一説によると大昔、この峠で走り屋と言われるバイクでの走行や車でドリフトを決めたりするローリング族が多かったと聞いています。紅葉シーズンともなると大型バスや普通車などがこの峠道を走りますが、やはりバイクや自動車などがドリフトを決めたりコーナリングを競い合ったりして、観光バスや一般乗用車などが結構危険な状況であったことから、ローリング族よけとして減速帯が設けられたとの噂です。この減速帯が敷設された後は時代の変わり目もあってか、いつしかローリング族は次第にいなくなったと聞きました。新潟の走り屋の聖地といえば、その昔越後七浦シーサイドラインや弥彦山スカイラインだったそうです。しかもこの2カ所は近接しており、マジサーキットも同じ場所にあります。昔はかなり賑わせたらしいです。県央には及びませんが、県南でといえば60里越え峠が有名と言われていたそうです。さて、もう少し行ったところにギャラリーと言われる場所があります。峠の走り屋さんたち、特にバイク乗りの方たちはここで休んで走りを見ていたそうです。確かに見やすいですよね。給油所からここまで約 11.3km、車で16分かかるところですが、ガス欠したら最悪です。車はともかくバイクは大変でしょうね。なお今回は前編後編の2回に分けました。前編を雪崩クラッシャー編と後編をロケ地ビーフリー編と明記しました。このタイトル名は当時を知る関係者のお話の中から出てきた走り屋さんたちのグループ名です。その筋の方たち、勝手に名前を使ってごめんなさい。許してね。今回はスマホにジンバルを使用しての初導入です。メルカリで3000円ほどだったので、思わずジンバルを購入してしまいました。結構滑らかでいい感じですよね。とはいえうまく慣れてないので、きちんと撮影できているかは不安ですが、今のところ良さそうです。動画だとちょっと分かりにくいのですが、実際の道路状況は悪く、道は凸凹、ガードレールなどは至る所に雪による傷みがありました。
今回は福島から新潟県境ルートの一つ、国道252号線が2022年の7月10日、7ヶ月ぶりに再開通しました。本来なら冬の積雪状況に合わせてゴールデンウィーク前後ないし5月末までに開通するのが通例ですが、今年は橋が崩落してしまったため7月にずれ込んでしまったようです。どうでもいい話をしている間に県境を越えて福島県へと入りました。新潟県と福島県を結ぶ県境のトンネル、60里越えトンネルです。トンネルを抜けるとすぐに駐車帯がありました。さて、ここでちょっと散歩してみたいと思います。トンネルを抜けたところに隣接するように複動化された赤芝スノーシェットがありました。とりあえず路側帯もあるので通行に一安心です。ワンコは気がつかなかったんですが、トンネルを抜けると実はすぐに橋だったんですね。赤芝橋って書いてます。その下は急斜面です。スノーシェットから田子倉湖が見えます。結構こちらのスノーシェット新しそうですね。手入れが行われていないのか雑草が生え、苔も出てきていますね。これはかなり山頂からの山水が伝わってきますね。こちらコンクリートの方もすごいですね。大丈夫でしょうか。すべて湿ってますね。手ブレがちょっとひどいんですが、これ実はスマホではなくデジカメで撮影していて、手ブレ補正をするのを忘れていました。そうこうしているうちに60里超えトンネル前に到着しました。トンネルの全長が789メーター、幅員が5.5メーター、有効高は4.5メーター、最高標高が863メーターに位置するトンネルで、貫通は昭和40年で竣工したのが昭和48年とかなり年季の入ったトンネルのようです。昔のトンネルらしく少し狭いのがちょっと怖いですね。怖いといってもよく言われる心霊現象などは聞いたことはありません。とはいえ意外と車の往来があり怖いので往路を急ぎます。このスノーシェット、屋根から山水が滝のように流れ落ちています。まるでテーマパークのように夏場でもジャブジャブと流れ落ちています。それもそのはず、山あいが谷のような形をしているので、もろに山頂から山水が流れ出てくるのです。さて、今回の動画の目的地の相吉橋ですが、改めてなぜこの橋がメインなのかというと、本年2022年の3月4日に田子倉ダムを管理する電源開発さんがヘリでダム調査に向かう途中、この相吉橋がないことに気づき、福島県へ連絡してきたことが発端。雪崩によって橋の橋脚部分が崩落したのではないかと言われています。この年の只見町の積雪は2メーター52センチ。山間部になるとさらにかなりの大雪となり、今回の雪崩を引き起こしたものと思われます。相吉橋は一体どんな状態なのでしょうか。さて、動画は相吉橋を目指して国道を走破中、いくてものスノーシェットを通過していきます。先の走り屋関係者によると、ここら辺の道はセガのゲームアウトランを彷彿するようで乗ってて面白かったって言ってました。確かにそんな気もしますが、公道では飛ばさないで。まあ飛ばして走ってたのは昔の話なんでしょうけどね。まあそんなこんなです。相吉スノーシェットを通過します。こちら S 字カーブで運転がなかなか大変でした。この相吉スノーシェットをくぐり抜けるとメインの相吉橋に到着です。
まずは相吉橋の現場に到着しました。信号を越えると目の前に黒いフレコンが山積みされています。このフレコンの先が相吉橋のあったところです。動画ではちょっと分かりにくいのでマップを用意しました。ここが現在地です。また Google マップにはデータが残っていました。相吉橋が崩壊したのでこちらの迂回路を通ります。現地ではちょっと分かりにくいのでさらに Google マップで状況を見てみたいと思います。こちらの迂回路を使用して本線に戻る感じです。本来の原因は雪崩ですが、マップを見ると一目瞭然で理解できます。マップを少し引いて俯瞰で見てみましょう。こちら山頂付近の雪が谷伝いに雪崩を起こして相吉橋の橋脚部分が崩落したと考えられます。そして被害はこの相吉橋だけではなく、すぐ近くの出会い橋にも影響が及んでいました。こちらの方に出会い橋があります。では迂回路を進んでみましょう。やはり谷川は地盤が緩んでいるのでしょうか、または工事用として通行用として一車線開けているのでしょうか。片側通行です。バリケードの多さが被害の大きさを物語ります。ところどころに見える倒木や地肌が見えたりして雪崩のすごさを感じますね。そしてこの先に相吉橋に隣接する出会い橋も結構やられていました。こちらのこの橋です。自然の力ってものすごいですね。この部分が通行規制一方通行の期間部分です。工事現場や通行の邪魔にならないよう遠くに車を置いて歩いて状況を確認してきました。出会い橋は欄干という橋の手すり部分がぐしゃって曲がっていました。橋脚の部分は分かりませんが工事をしているようなのでこちらも何かあったのかもしれません。あちこちに倒木が散在しており雪崩のすごさを感じざるを得ません。橋もよく生き残ってたと思いますね。すごいですよね。そして歩を進めると黒いフレコンが見えてきました。全く橋の面影がなく根元からそぎ落とされてしまっている状況です。橋ができるのはいつ頃になるのでしょうか。相吉の滝だそうです。集中して山水が流れ出ているのがわかります。このように雪崩が相吉橋を襲ったようです。出会い橋の橋脚片側は大丈夫だったようなので安全を確認して片側通行となったようです。では改めて動画を巻き戻して新潟から福島方面へ迂回路を通りながら現状を見てみたいと思います。今年は橋の復旧に関してはこの状態のままですが、来年から橋を作るかどうかなど話し合われるようです。とはいえまた橋を作っても豪雪で雪崩が起きた場合は橋の倒壊もまた考えられるのでお役所さんたちは難しい判断を強いられそうですね。片側通行で通行時の時間帯が決められていたりしましたが、旧道である迂回路があったおかげと出会い橋の損壊が奇跡的に片側だけだったのはラッキーでした。福島・新潟間の
通行で重要な道路だけに早期の通行はありがたいですね。なお、一時的に60里越えトンネルから福島側への夜間の時間帯は通行止めとなっていましたが、この7月22日から通行止めが解除となっております。のどかな山あいにある相吉橋、残念ながら雪崩により崩壊してしまいましたが、多くの方が福島県や新潟県へと足を運ぶ要所として早期復旧を願いつつ終わります。